縛られている男が微妙に自分の体をゆすっている。縛った男はそのことに気づいた。そして考える。なぜこの男は体をゆすっている？なんだ？何か話したいのか？話を聞いてほしいのか？縛られた男はうなずいた。なら猿ぐつわを取ってやる。でも大声は出すなよ。近所迷惑だからな。近所に人がいる。縛られた男はそのことを一瞬考える。でもすぐに気づく。本当に近くに人がいるなら猿ぐつわを外すはずがない。だから多分大声を出して助けを求めても無駄だ。縛った男が縛られた男の猿ぐつわをゆっくりと取る。手が痛いんだ。縄を少し緩めてくれないか？逃げたいのか？そのためのきっかけを作りたいのか？違う。本当に痛いんだ。助けてくれ。縛った男は縛られた男の背後に回り、手に食い込んだ縄を少し緩める。これでいいか？ああ、少し楽になった。何が目的だ？私をどうするつもりだ？なるほど、目的か。そう言われると、俺も少し困る。何がだ？何か目的があるんだろ？だから私を拉致したんだろ？まあ待て、確かに目的はある。だが、それをお前に話していいものかどうかは考えものだな。君は私に恨みがあるのか？別に恨みなんてないさ。今まで君が私に言っていたのはそういうことじゃないのか？俺はお前に恨みなんてない。俺はお前が悪人だと言ったんだ。お前が悪人だからって俺がお前を恨むとは限らない。金か？金が欲しいのか？いくら欲しい？言ってみろ。縛った男が自分のポケットから財布を出し、中身を男に見せる。これを見ろ。10万円入ってる。金なら持ってる。10万円の話ではなかった。縛った男は縛られた男をネタにすれば数千万円でも手に入れることができる。つまりその男は自分は金になど興味はないと言っているのだ。それじゃあ一体何なんだ？なんで私をこんなところに拉致した？
私にどうしろと言うんだ。まあ待て、これからゆっくり教えてやる。縛られた男が話し出す。世の中には秩序が必要だ。秩序がなければ争いが起こる。奪い合い、殺し合いが起こっても、誰もそれを止められない。秩序がなければ社会構造、社会制度、社会活動を維持できない。庶民の安全、安心も確保できない。経済も維持できない。そうなれば、大勢が困る。そして、秩序を守るには、政治が必要だ。拉致した男が言う。俺も、政治について、調べてみたことがある。こんなことが書いてあった。社会の対立や利害を調整して、社会全体を統合するとともに、社会の意思決定を行い、これを実現する。人々にとって、そもそも何が重要なことなのか。社会がどのような状態であることが、良い状態なのか、考えて実現する。何が社会にとって良いか。という問題に関する対立や協調も、政治の領域には含まれる。人々が良い社会で、生活することを達成するために、社会に対して、働きかけることであり、また、何が良いことか、という判断に関する、議論を伴うものである。拉致された男が言う。その通りだ。そして、政治を実現するためには、必要なものがある。それが権力だ。つまり政治だけが独立して、存在しているわけじゃない。政治権力が存在しているんだ。皆、それを忘れてる。確かに今は、封建時代とは違う。旧日本陸軍が存在した。軍国主義時代とも違う。今の日本は民主主義だ。でもそれでも政治だけが独立して存在しているわけじゃない。政治権力が存在しているんだ。そこのところは大昔と何も変わっていない。日本の体制は民主主義だが、相変わらず権力争いは存在する。綺麗事を言っていたら、簡単に敵にやられてしまう。敵に負けないためには、金の力が必要だ。金の力、つまり既得権益のことか。そうだ。民主主義という権力の中には、
得権益も含まれている。そう言いたいのか。そうだ。違う。それはごまかしだ。何が違う？既得権益と民主主義。どちらも同じ権力だが、権力としての本質が違う。お前はそれを知っているはずだ。既得権益と民主主義は相入れない権力だ。だからそこに対立が生まれる。民主主義は既存の政治権力を変える力を持っている。民主主義が既存の既得権益に都合の悪い政治権力を選ぶと、既存の既得権益は潰されてしまう。つまり民主主義は既存の既得権益を潰す力を持っている。だから既存の既得権益は民主主義に抵抗しようとする。既得権益は自分たちの利権を守るためにできる限り民主主義の力を弱めてしまおうとする。でも日本人の多くはそれを知らない。そしてそれを知っている者はお前のようにそれをごまかそうとする。そして庶民は既得権益が自分たちの自由を奪おうとする敵だということをよくわかっていない。お前のような奴がマスメディアを使って大掛かりなごまかしをするからだ。日本の民主主義は弱い。民主主義が弱くなれば庶民はそれだけ自由を失う。自由を手に入れたければ戦うしかない。だが日本の庶民の多くはそれを分かっていない。拉致した男が言う。組織票というのを知っているか。縛られた男が答える。組織票というのはある利益団体などが特定の候補者の推薦を行い、その利益団体の所属メンバーがその候補者に組織的に投票する票のことだ。組織とは例えば自衛隊や警察、業界団体、郵便局、労働組合、その他利益団体、宗教団体。組織票は得票数も安定していて、危険も少ない。拉致した男が言う。そしてもしその選挙が低投票率なら、組織力の強い政党や候補が有利ということになる。そしてその組織票が族議員を生む。族議員は関連業界の利益を擁護して、それらの代弁者の役割を果たす。特定の業界団体や利益団体のために、
法律作成や政策の調整をしたり、許認可権を持つ省庁に口利きをしたり、補助金などの配分や公共事業の箇所付けに介入するなど、組織に便宜を図る。縛られた男が言う。でもそれは違法ではない。組織票に協力する人間は自分の選挙権を行使している。民主主義の政治権力が自分の選挙権を行使する者たちのために働こうとするのは当然のことだ。選挙権を行使しない人間が民主主義の政治権力が自分のために働こうとしないからといって文句を言うのは筋違いだ。拉致した男が言う。組織票の反対を不動票という。それは知っているな。ああ。では日本の選挙の投票結果はいつも組織票が多く、不動票が少ないのはなぜだ。縛られた男は答えない。黙っている。日本の有権者の多くは組織票に抵抗しなければ自分の自由が奪われるということを分かっていない。なぜ分かっていない。有権者がそれを分かっていなければ民主主義は成り立たない。日本の政治権力が自由と民主主義という価値観を持っているというなら、有権者にそれを分からせるのは日本の政治権力の責任だ。日本の政治権力はなんで国民にそれを分からせようとしない。マスメディアはその話題をもっと取り上げなければまずいはずだ。だが日本のマスメディアはそのことに触れようとしない。つまり日本の国家権力はそこに触れないことで国民に選挙権の力を過小評価させる。そしてうまくいけば投票所に足を運ぶ有権者が少なくなり全体の選挙の投票率を低くできる。そうなると既得権益、利権団体が持っている組織票が有利になる。つまり既得権益の力が強まる。再生リスト6に続きます。